回の産業まとめ。安倍首相辞任表明。各国の公式コメント。中韓ネットの反応。日本の安倍首相が辞意を表明し、中国や韓国でも大きな話題となっています。韓国大統領府は定例会見で、日本の憲政史上最長首相として多くの意味ある成果を残し、特に長く韓日両国関係の発展のために多くの役割をしてきた安倍首相の突然の辞任発表を残念に思います。安倍首相の迅速な回復をお祈りします。韓国政府は新たに選出される日本の首相と新内閣にも日韓間の友好協力関係の増進のために継続して協力していくと発表しました。中国政府は外交部報道官の定例会見で、我々は関連する報告書に注意を払っている。これは日本の内政問題であり、我々はコメントしない。中国と日本は緊密な隣国であり、中国は日本と協力して日中関係の継続的な改善を推進していきたいと考えている、と話しました。英国ボリス・ジョンソン首相は、安倍首相は日本の首相として、日本と世界のために偉大な業績を残してきた。彼の指揮のもと、日英関係は貿易、防衛、文化的なつながりの面で強さを増している。長年のご活躍に感謝するとともに、ご健康をお祈りします、とツイートしました。ロシアは大統領報道官を通じて、安倍首相が退陣を決めたことを遺憾に思う。安倍首相とプーチン大統領の関係は素晴らしかった、としています。韓国ネットでは、放射能の影響だ、という批判的なコメントが大半を占める一方で、中国ネットでは、日本にとっては良い首相だった、非常に有能だった、戦後最高の首相の一人、比較的現実的で中国との摩擦はない、など称賛の声が多く見られます。さらに中国では、日中間の自由貿易圏構築が遠のく、麻生氏になれば厄介だ、などという意見も見られました。編集所官。まずはどうあれお疲れ様というところです。8年間というと長い期間ですが、米国大統領も2期で8年間。ただあちらは終わりが明確に見えているから、期間が同じでも多少違うんでしょうね。習近平は今7年半、プーチンは2000年から8年、首相が4年、2012年から8年で足掛け20年。比較したらダメか。私は安倍シンパではないので言いたい文句もいろいろありますけど、今日のところはこれまでの労をねぎらうばかりです。というか、思い出せないんですよね。何があったのか。各国からコメントが届く一方で、米国からの反応はすぐにはありませんでした。選挙で忙しいからかな。それにしても遅いでしょ。中国や韓国の反応はいずれも意外でしたね。韓国のネチズンは未だに福島がとか言ってるんですね。全く知りませんでした。それとムンジェインも同時辞任だなんていう、右派と思われる人のコメントも多く見られました。慰安婦のおばあさんに謝罪しろとか、まあいつも通りといえばそうなのかもしれません。むしろもっと大喜びするのかと思ったらそうでもなかったですね。そして中国は、ここ数年の日中関係が良好なことからか、好意的なコメントが多かったです。あまり深く評価しないんですね。どうせだったら靖国も公式参拝しておけばよかったのかも。最後だったから。中国では麻生副総理への批判が激しいですね。真の軍国主義者だとか日本版トランプなどと言われているようです。軍国主義者の意味がわからないですけど、まあ、そもそも軍国主義という言葉自体、過去にも今にも日本に当てはまるのかと思いますけどね。あ、それとすぐに辞めるわけではなくて、自民党の次期総裁選までは続けるのですぐに麻生氏になるわけではないですね。ロシアのコメントは、やはり米国のイエスマンなのでロシアにとっては良くないといった意見が多く見られました。どの国も基本的には日本との二国間関係がどうあるかの一点でのみ評価するので、彼らの意見はあまり役に立ちませんね。次が誰になるのかわかりませんが、周辺国や米国に過度に依存せず、主体性を持って決断できる方になればと思います。安倍さんお疲れ様ですね。そうですね。お疲れ様です。今日は批判しないんですか？まあ、こういう日だからね。長い間お疲れ様としか言うことないですよ。いつも文句言ってましたよね。なんだか随分昔のことのようですね。もう最近はコロナ対策の話ばかりでしたからね。森友とか桜を見る会とかありましたね。ああ、そんなことありましたね。私は何と言っても昭恵夫人ですね。あの人ももうメディアに出てこなくなりますね。個人的にはちょっと。なので、
まああの人も意味もなく叩かれましたね。どこかに行っただので。ああ、あれはさすがにどうでもよかったですけど。昭恵夫人とはあれだよね。仕事でちょっと関わりがあったんだっけ？それはノーコメントで。あ、やばい話ね。わかりました。次は誰になるんでしょうね。知らない。決めるのは自民党ですからね。あ、そうなの？自民党が選んだ人がほぼそのまま首相になりますよ。そうなんだ。そんなことも知らないの？ええ、まあ。じゃあ今回覚えてね。忘れそうです。若い人になればいいですね。どのくらいが若いのよ？60歳以下とか？安倍さんが就任したのが58歳かな。そのくらいがいいですね。あ、そういえば、オリンピック残念でしたね。マリオの格好までしたのに。また懐かしの記憶を。そうでしたね。あれが4年前ですか。もう長いと何があったか思い出せないですね。新聞がいろいろ書くかな。あ、テレビで言ってましたけど、拉致問題もそのままですね。拉致問題に真剣に取り組める最後の人だったかも。まだ誰かいたっけ？さあ、わからないですけど。アベノミクス、働き方改革。私は働き方改革は特に評価しますけどね。本当に職場環境が変わりました。私もそれは感じますね。本当に変わりました。残業なくなったし。会見はできなかったね。安全保障関連は結局毎度のごとく米国に翻弄されたし。憲法変わらなかったですね。安倍さんは残念なのかな？残念でしょ。公明党はめちゃくちゃホッとしているんじゃないですかね。しなくて済むから？そう。彼らはいつも他の法案との交換条件でしぶしぶ従ってるだけだけど、それがなくなりますからね。公明党って創価学会の。そうそう。あ、そういえば領土問題も結局暗礁に乗り上げて終わりましたね。これも絶望的になりそうですね。がっかりですね。何かできなかったことも多いですね。なんだろう。あまりにも長かったから、こうした積み残した課題が次につながるか心配ですね。拉致問題ももうダメなんですかね。残念です。でも議員を辞めるわけではないということなので、そういう意味では任期の限り頑張ってほしいです。辞めろとは言わないんだ。まあね。それは本人や選挙区の有権者が決めることだから。長老みたいになるのかな？さあね。体重どう？減った？とりあえず1キロは減った。あと2キロちょっとは減らしたいな。すごい。もう減ったの？それだけパツンパツンになってたってことじゃない。何したの？教えて。とりあえずご飯を少しずつ減らした。おやつも我慢してる。それだけ？あと、ヒート始めた。何それ？20秒無酸素運動して10秒休んでを8回繰り返すの。何分？ 4 分だよ。30秒8回だから。あ、そう。これ、時短セミナーで教えてもらったんですよ。4分だけ運動すればいいとかって。へえ、楽？最後はすごく息苦しくなる。やだな。ちょっとやるのが憂鬱。時計見るとまだ2分しか経ってなかったりとか。でもそれで痩せたんでしょ？なんで痩せたかよくわからない。トイレ行った後に測ったからかも。おトイレでそんなに減る？今日は行く前と後で 700g も変わったよ。そんなに貯めちゃダメ。おトイレは頻繁に行かなきゃ。家だといつでも行けるからあまりしょっちゅう行かないんですよ。私なんて1日に10回くらい行ってますけど。それ多すぎじゃない？お水をたくさん飲んで体の中をきれいにしてるの。私もいっぱい飲んでるけど、白雪さんに言われた通り。平均って何回くらいなんでしょうね。さあ、